ご視聴ありがとうございます。今回は引き続きドライバー関連のテスト結果をお伝えします。前回、前々回と動画が続きになっていますので、よろしければ概要欄にあります先の動画からご視聴ください。ドライバーどれがよくトルクかかるかをチェックしておりますが、今回はリーズナブルなノーブランドドライバーがどれだけやれるのかというテストと、ドライバーという形にこだわらない場合、どのくらいネジを回せるのかを試していきたいと思います。最初はノーブランドのドライバーから。ノーブランドと言うべきか100均で売ってるドライバーっすね。ダイソーにキャンドゥ、セリアを回り2番ドライバーを厳選してきました。キャンドゥだけ在庫がなく、ダイソーから2本、セリアで1本ピックしてきました。100均のドライバーは値段なりとか軽作業なら大丈夫とか全然ダメって意見とか、あまり良い評判は聞きませんが、実力はどうなのでしょうか。握りやすそうなものを選んでいます。どれもお値段は110円。さあやっていきましょう。ネジにナットを通したら、それをデジタルトルクアダプターにセット。バイスでがっしりとつかみます。バイスは木枠に固定されています。それを片手で押さえながら、もう片手でネジを締め方向に力いっぱい回し、かけることのできた最高トルクの値で評価をします。試験は十分に間を空けて、なるべく同じ条件となるよう進めます。ネジは毎回交換。手の大きな試験者 A と手の小さな試験者 B で行いました。試験者 B は相変わらずの不調でポンコツ継続中。今回も試験者 A の結果をメインに採用したいと思います。まずはダイソーから磁気付きドライバープラスの2番。滑りにくく握りやすいラバーハンドルと説明がございます。グリップは太すぎず細すぎず、オレンジ部分は硬め、黒い部分は柔らかめで、つぶつぶは指で押し込むとグニグニと動きます。シャンクの材質はスチールという表記。金属の棒で叩いてみた感じは少し柔らかそうな音をしています。先端、ネジとのフィット感はあまり良くはなく、ネジに押し込むとホールドはしますが、数箇所がきつく当たっているような感じで、揺すってみるとグラグラとします。感触はあまり良くありません。結果がこちら。期待していたよりも回らなかったっすね。試験者 B が先にトライしたのですが、その時に先端が変形したように思います。試験者 A も思ったほどの結果を残せず、グリップ形状というよりもチップ先端の形状が良くない印象となりました。試験の後の先端アップがこちら。残念ながらやはりねじれておりました。一度の高トルクでダメになっちゃったっすね。ワンタイムドライバーという結果となりました。2本目は同じくダイソーの先端磁気ボールグリップドライバー。電気系の方に人気なこの形。私が持っていますベッセルと色が同じで似てますね。ベッセルに比べボールは気持ち小さいかと思いましたが、1ミリしか変わらず。先の1本と比べシャンクはこちらが少し太め。メッキの感じや先端の形状も違っていまして、こちらはネジに押し付けた時の感触が一般的なメーカードライバーに似ています。悪くないっすね。ネジを押し付けた後、ネジを持ってドライバーを保持ができます。1本目のダイソーラバーハンドルと製造元は違うのかもしれません。結果がこちら。期待が高かったアイテムでしたが、全然回らなかったっすね。とにかくカムアウトしやすくて、先端がしっかりと奥までネジにはまってない感じ。このドライバーは使いたくないというのが試験者2名に共通した感想でした。強めにトルクかけるまでは感触は良かったんすけど、残念な結果となりました。試験後の先端がこちら。ねじれてはおりませんが、当たりの出た範囲が狭く、角がめくれ上がったようになっています。こちらも良い耐久性とは言えません。続いてはセリアのマグネット付きソフトラバードライバー。今回試している3本の中では一番細身なグリップです。ソフトラバーという名前ですが、これが一番グリップは固め。このドライバー、どれだけパッケージを読んでも先端のサイズ表記がなくて、本当にプラスの2番か分かりません。手持ちのものと比べてみると2番目指して作ってるかなとは思います。ネジとの当たりは少しルーズ。生じしてしまうとおそらくネジを押し付けても保持することはできません。その代わりというか磁力は一番強く、重たいビットホルダーを持ち上げてしまうほどです。マグネットのピックアップツール代わりに使えるかも。ドライバーとして使うことを考えると3本の中では一番印象はいまいちなアイテムです。結果がこちら。これは想像してたのと逆でした。思ったよりもまとも。今回用意した激安ドライバーの中ではセリアのこれが一番良かったっすね。
先が緩いからしっかりとプラス溝の奥まで道具が入っているのか、セリアのこれトルクかけることができました。試験後の先端がこちら。わずかにねじれが見られます。変形がなければ100均系で一番良い結果かと思ったのですが、この程度のトルクでねじれてしまうことを考えると使いたいドライバーとは言えないですね。100均系のドライバー3本を使ってみた感想として、軽作業や単発作業なら使えるでしょう。お家の中で戸棚の取っ手を締め直すとか、サービスホールのネジを外すとか、相手が金属以外に止まったビスならこれで作業ができそうです。金属相手に止まったネジ、家電バラすなどには今回試した2番はどれもちょっと使いたくはないですね。長年バラされていないネジだとか水気にやられてしまったネジにはこれですと壊してしまったり、逆にドライバーが壊れてしまうことがありそうと感じました。ただしお伝えしたいこととして、私は100均系の道具については肯定派です。出先で困った際に救世主になってくれる素晴らしいアイテムだと思ってます。手軽に道具が手に入るというのはすごいことだと思っています。またコスト最優先かつ軽めなトルクで使う回数も少なければこれで十分と言えるレベルであると感じました。常用する道具としては勧めませんが、用途によってはフィットするアイテムでしょう。続きましてはドライバー握って回す以外の方法でどの程度トルクをかけることができるかを試してみます。まずはボルスターを使った場合のトルク確認。ドライバー、特にフラッグシップモデルだとか貫通ドライバーの根元についているこの六角をボルスターと呼びます。ここにレンチなどをかけることで高トルクを稼ぎます。片手はドライバーを押し付ける力にフルで使えて、もう片手を回す力に全振りできるって具合。使ったのは KTC の四角グリップドライバー。ボルスターのサイズは10ミリ。今回はメガネレンチを組み合わせて回しています。結果は8ニュートンは楽に超えました。ただ思った以上にトルクかけることはできず、その辺プラスアルファが限界っぽい感じ。以前他社品を使って同じようなテストした際には10ニュートン超えたくらいで先端がねじれましたので、そこそこでやめています。プラスの形状2番で回す最大トルクは10ニュートンいかない程度でやめた方が良さそうという結果となりました。続きまして同じように今度はビット工具を試します。六角形状を回しますのでボルスターとやることは似ています。使ったのはシグネットのロールチョイスセットに入っていたプラスビットとビムツールズのロングビットラチェット。リーズナブルなシグネットのビットにトルクをかけやすいビムのロングラチェットを組み合わせています。結果はこちらも8ニュートンは楽に超えることができました。ただボルスターの場合と同じくその辺が限界近い感じですね。プラス形状による限界、この辺りなんですかね。2番のプラスはやはりこの辺りが良いとこっぽいと感じます。最後に試しましたのはクニペックスのツイングリップ。ネジを無理やり掴んで回すパワープレイな方法です。この道具に助けられたことは数知れず、感覚的にはプラスの2番であればこっちの方がトルクかかるのではと思っています。縦に掴んだ場合はドライバーと遜色ない結果となりました。両手を使えばドライバーで記録した8ニュートンは楽に回せます。ただしこちらも思ったよりも回らなかったです。縦ではなく横に掴んで回してみても鍋形状では掴み続けるのが難しく、ネジが削れたり変形したりで確実に10ニュートンかけるというのは難しかったですね。しかし頭を掴むことできれば普通にプラスネジを回す道具よりもトルクかかることもありまして、傷入れることを厭わなければ素晴らしい道具と思います。バックアップ用に持っといて損はない道具ですね。登場から時間も経って人気は落ち着いてきましたが、おすすめしたい道具の一つです。ドライバー系のトルク性能テスト。今回は100均系が思ったより使えるけどやはり値段なりな部分はあるってことと、ドライバー以外のトルクかける方法は案外難しいということが分かりました。十字溝は意外とちょうど良いバランスでできているのかもしれません。今後試してみたいのはネジを抜く道具のエキストラクターでどの程度トルクがかかるのかは調べてみたいと思ってます。あとは試してない高級ブランドネプロスやスナップオンの性能、機会があれば見てみたいですね。それから早回しのしやすさだとか普段使いでのハンドリングといった要素も評価する方法を考えていきたいです。皆様のおすすめドライバーは何でしょうか。ぜひコメントで教えてください。
ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。